寝屋川市の空き物件に5名の僧侶が集まった。人間のエゴによって奪われた無数の尊い命を弔うために。そこには特殊清掃の依頼を受けた関西クリーンサービス代表亀沢の姿もあった。彼は真言宗の僧侶であり、無類の愛犬家。多くの方にですね、この動画を通じてこのような凄惨なことがあったということを知っていただけたらなと思います。本当に苦しい、ただその一言でした。さらにここには意外な人物も駆けつけていた。タレントの千原誠二さん。今年5月、天台宗の僧侶となった。このスペースの1階と2階で400匹近くおったやろ。1日に3匹あるだって3人で。無理やん。野蛮にも程がある。以前はペットショップだったこの建物で、報道によると100匹を超える犬が亡くなり、誰からも弔われることもなく無残にも処分されていった。なぜこれほど悲惨な事件が起きたのか。動物虐待の闇に迫る。はい、関西クリーンサービスの亀沢でございます。本日はですね、私ちょっとこんな格好をしているんですけれども、真言宗の僧侶としてこちらの現場参らせていただきました。で、本日はですね、千原誠健さんこと千原誠二さんをお招きさせていただいております。よろしくお願いします。お願いいたします。すいません、亀沢さんなんですね。はい、亀沢です。亀沢だと思ってました。よく間違えられます。はい、亀沢さん、今覚えました。ありがとうございます。天台宗の動物供養専門の僧侶になられたということでですね、まずその僧侶になられたきっかけですね。今後動物専門の供養ができる僧侶になろうという途中でございまして、まだまだただただ読経するしかできないものなんですけど、なろうとしているきっかけはですね、仕事でね、千葉の山奥に結構通ってたんです。往復で200キロ、毎日ね3ヶ月ちょっと通ってたんですよ。やっぱりその田舎なんで野生動物たくさん死んでて、でスケジュールはすごくこうしんどいスケジュールで、そう気持ちが落ち込んでる時ってそういうのすごいこう寄っていってしまうじゃないですか、気持ちが。確かに。だからそんなのもあって、そんなのもある時にたまたま友達がペットが死んだと。で一緒にお墓入りたいって言うたんやけど、親族がもうそんなもんアホか言うて、先祖代々の墓に動物なんか入れれるかみたいなことがあったりとか、例えばいまだにやっぱ境内に犬猫を入れてくれるなっていう寺社もあるじゃないですか。よく時代劇なんかで昔はよう畜生道に落ちるぞみたいなあって、だからいろいろ聞いてた、その家族や言うて飼われてたものがその結局亡くなったらあの世では一緒になることがないという、そんな理不尽なことあるかみたいな話をしながら酒飲んでたことがあったんです。そんなのがふわっとこう心に残ってる時に友達が「坊さんならへんか?」みたいな電話かかってきて、あれこのタイミングってこれやれって言うてるタイミングやなと思って、このタイミングでやっぱチャレンジできるっていうのはすごいありがたいぞと思って、ペット専門のお嬢さんというものが存在するんであれば俺はそれになるって言って、ちょっと調べさせてもらったら天台宗とご縁があって、それでやることだったんです。なるほど、ありがとうございます。こちら大阪府寝屋川市です。こちらのペットショップなんですけれども、このペットショップって何があった物件とかってご存知でしょうか？大阪府寝屋川市の以前はペットショップがあったこの建物内で、2022年こちらの現場では計400匹を超える犬が飼育されていたとされ、テレビ報道では多頭飼育崩壊により100匹以上の犬が亡くなったと報じられた。この悲惨な事件は
マスメディアなどの全国ニュースで広く報道され、社会に大きな衝撃を与える。そして2023年、動物愛護管理法違反、その他2件の罪により、オーナーが逮捕・起訴された。はい、存じ上げてます。全国ニュースになりましたし、たくさんのワンちゃんがはい亡くなられました。はい、数にすると、メディアで報道されているので約75匹で、おそらくそんなもんじゃない推測ですけれども、もう100匹以上亡くなっているだろうと言われている現場でございます。で、本日こちらでご一緒に、宗派は違うんですけれども、ご供養させて、ありがとうございます。思います。そしてこちらになります。こちら1階になるんですけれども、こちらはペットショップとして、運営されていたそうです。もうこうやってきれいにしてどれぐらい時間が経ってるのかわからないけど、こう染みついた匂いがやっぱ取れないもんなんですよね。私ども、関西クリーンサービスという特殊清掃の会社を営んでるんですけれども、こちらの物件のオーナー様から、この匂いをどうにか取ってほしいという依頼で、完全にもう取りますよっていう契約で、施工依頼受けております。取れるんですかこれ？そうですね。時間はかかりますけれども、そうでしょうね。確実に取れます。だからいつもこうカメラの向こうの人に言いたいんやけど、匂いだけはカメラ映らへんから、ほんまにすごいですよ。これはこの状態になってはどれぐらい経ってるんですかね？で、実はこちらのオーナー様が、こちらのペットショップの方と民事裁判をもっと前からされてて、もう決心して判決も出たみたいなんですけれども、その間もずっとごった返してたという。で、こちらの階段なんですけれども、こちら金属鉄でできている階段なんですけれどもね、この錆び具合、これもう間違いなく動物のおしっこですよね。垂れてきてたってことやね。そうですね。もうびちゃびちゃになっていたんだろうなとは。自分とか他の人の糞尿にまみれて死んでいったんでしょ。そうですね。そんなこんなことないわ。ほんまに小学校のすぐそばでそんなことがあったっていうのはもう信じられへんねん。続いて大半の犬たちが生活していたという2階へ。うわ、すごい。やっぱり2階はすごい匂いが。そうですね。この2階のフロアでも一つのゲージの中でワンちゃんを3匹4匹飼っていたそうなんですね。これはもうひどいな。だから強敵ですね、この匂いは。初めてじゃないんですか、ここまでの匂いっていうのは。そうですね。ペットに関してこれだけちょっと広い範囲は初めてです。そうかそうか。でまた取りにくいんですよ。このコンクリートとこれをもう全部はつってしまうんで。やっぱそうですか。もう染み込んでるんや。そうなんですよ。もう削ってしまう。もう全面はつりますね。削ります。コンクリで固まってるように見えて、なかなかまだまだ内部は水分が残ってるとか言いますもんね。そうですね。だからもう染み込んでんねんな、いっぱい。そうなんですよ。上はもう全部落とします。そらそうやね。天井地はもうこの木にも匂いが染みついてしまっているので、この辺りはね、全部ね、これも犬の毛が全部ついてるんで、この鉄骨も全部塗ってしまいます。そうですか。そこまでせなやっぱあかんねや。洗浄してそうですね、塗膜で覆いかぶすというか、ちょっと言葉悪いですけれども、臭いものに蓋をする。もちろん。そんな感じで封じ込めるようなイメージですね。いやでもそうやってきれいにして、ほんでまたここを利用して健全に使ってくれる人が現れたら、ここで不幸な目に遭った犬たちのも供養にもなるし。そうですね。精出してきれいにしてもうて。規模がちょっと大きいですね。もう地面も壁も天井も全部やっちゃうんで。時間かけて丁寧にね。わあ、でもかわいそうに、ほんまに。
この鉄部分がもう全部錆びてますので、おそらくこういう塩分とかそういうことですよね。で錆びている状況ですね。そんな掃除もせずやね。だって排水がないんやもんね。ですね。ここだけや。だからうんことか流そうと全部ここに持ってきて、ここでビャーってやって下に流してたんやろうけど、この範囲を向こうからこっちまでうんこ運ぶなんて不可能やもんね。はい、そうですね。はい、では早速ですけれども、はい、こちらの物件のオーナー様はいにもお話を伺いたいと思います。オーナー様どうぞ。もうどうぞ失礼します。はい、お願いします。こちら物件オーナーの吉川でございます。吉川さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずその特殊清掃、はい。弊社の方に関西クリーンサービスにいただいた経緯っていうのは、はい。どういった経緯でしょうか。あちこち見積もりは取らせていただきまして、山田疫学さんというところから、関西クリーンサービスさんが一番信頼できるところやからということで、ご紹介いただいたということで、お願いしております。ありがとうございます。そっか、だから特殊清掃なんで人生において利用する方の方が少ないじゃないですか。そうですね。だから手抜こうもだら何ぼでも手抜けるんですもんね。データがないから。はい。確かに。でもこの関西クリーンサービスはその業界の人もおすすめするぐらいのちゃんとした仕事をされるということだったよね。ありがとうございます。ありがたいことです。ご近所の方はオーナーがここの物件のオーナーやって知ってるわけやん。そうですね。近所からの声はすごかったんちゃうんですか。そもそも堀田はこの隣にあります、はい、ガレージ店舗で、ガレージ、はい、食材店も営業されてた方が非常にやかましくて、ほんで匂いもすごくんで、すごいやろな、無理や、営業大変やという苦情をもう何遍もいただいてたのが、そもそも訴訟に持ち込んだ理由なんです。いや、そらだって道挟んでるとはいえ、この匂いなんて風向きでね、そうですね。そっち絶対行きますもんね。最終的にはその方とも仲違いになっていういきさつが、はい、そうです。あるんです。大変なんですよね、今。借りてる方が借りてる力が強いからね。方に圧倒的に権利がついてます、そうですね。で、それに対して出そうとすると、もうそれに対するいわゆる理由がない限り出せないという悩みで、ね、そんな小学校の輪前で犬が何百匹も殺されてる、死んでてんじゃん、殺されてんねんもん。だからそんな環境がやけど出て行ってて言っちゃダメなんだ言うて、変な国何かのこうきっかけになってね、今後法律が変わるきっかけになってね、それだけでも犠牲になった犬も今後のために浮かばれると思います。そうですね。こういう事件がね、二度と起こってほしくないなと思いますね。はい。では本日はですね、私めと千原聖賢様と他3名の僧侶でしっかり動物供養させていただきたく思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。この日、誠司さんと亀沢代表の呼びかけに応え、天台宗と真言宗の3人の僧侶が駆けつけた。宗派は違っても思いは一つ。一切空真実不公公説般若波羅蜜収束摂取圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテポジソワカアンヤシンヨ自在菩薩行随般若波羅無如是舍利子是諸北祖不
アボキャベロシャドマカロナラ明神大師無老子薬の師般若ハラミタソダラマイハンドマジンバラハラマリタヤンオンアボキャベロシャドマカロナラマイハンドマジンベイスワカオンカカパビサンマエイスワカオンカカガランオンカカパビサンマエイスワカオンカカ。あまりにも多くの尊い命が失われた事件。物件オーナー様のご家族も参列され、ご供養は粛々と執り行われた。生き物、生きているものに対してのご供養、これからもですね、それと同時に、愛するものとして我々は人として、これからも大切な命を守っていくことが大切かなと思いますので、どうぞこれからもご信心深くどうぞご供養の続けてくださいますよう心を念じましてご修理をさせていきます。はい、失礼。この建物で命を落としました動物たちのためにご供養とお伺いを頂戴いたしました。ご僧侶の皆様方に心より厚くお礼申し上げます。本日はありがとうございました。ペットというのはね、家族の人ですからね、すべての人がペットをね、大切にしていくっていうのが当たり前で、命を守ってあげるっていうのはね、無残に、捨てるとか、そういうこともいかないことなのでね、明日命を奪ってしまうということは殺人事件と一緒ですから、二度とこういうことはないっていうことで、全国の皆さんにね、知っていただきたいというのがあると思いますよね、当然。はい。ここに、このスペースに400匹近くおってん。で、それを3人で見てたんやで。石はね、1日に3匹あるだって3人で。無理やん。むちゃくちゃや。ちょっと。ね、野蛮にも程がある。これでちょっとでも、涅槃で、のんびり、蝶々でも追っかけてくれたらな。美味しいもん食べて、と思います。過密飼育されている空間の中でですね、多数の何十匹何百匹というようなワンちゃんが亡くなられていったと。私自身も家族にですね、ワンちゃんを迎え入れているんですけれども、愛犬家の一人としてですね、本当に苦しい、ただその一言でした。これから特殊清掃をしていくんですけれども、ちょっと動画ではなかなか伝えきれない部分ではあるんですけれども、匂いがもうものすごいんですよ。ね、多数のワンちゃんが亡くなったということで、刺繍がものすごいんです。これからその刺繍もですね、全部除去していって消していきたいと思いますけれども、少しでも多くの方にですね、この動画を通じてこのような凄惨なことがあったということを知っていただけたらなと思います。はい、本日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。凄惨な現場だったんですけれども、実際供養されていかがだったでしょうか。はい、今日本当こうやって参加させていただいて偉いもんで、やる前とやった後、はい、ちょっと空気変わったような気がして軽くなったというか、はい、しんどいのがすごい楽になりました。その気のせいなのか何なのかわからないですけど、でもなんかこういうことさせていただく、参加させていただくのが初めてやったんですけど、
これを来てね、大事なことなんやなと改めてというか初めて思いました。しんどさも取れたんで、物件のオーナー様と、オーナー様のご家族の方がもう非常に喜んでらっしゃって、もうそれが一番ですよね、ほんまにありがたいことで。なのでもうこれで一旦区切りつけるっていうのではきっかけとしてはこういうことをするっていうのはほんまいいですね。もうこれ以上ないもんね。今後とも一つまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ご縁もあり、千原誠二さんを含め総勢5名でご供養することができ、オーナー様にも感謝のお言葉をいただき、このようなご供養ができてよかったと思います。ペットは我々人間と同じくかけがえのない命ですから、それは無限にできないという、そういった思いが千原誠二さんと一緒だったということが大変感慨深く思います。ここからは脱臭するための特殊清掃を進めていきます。天井板を取り除いたり、床のコンクリートを削り、オゾンを使ったりとするわけですが、面積も広く、匂いを完全に取り切るには約1ヶ月ほどの期間を要すると思われます。引き続きそちらの内容も動画で公開予定ですので、ぜひご覧いただければと思います。本日のような事件現場の特殊清掃や物件の取り扱いにお困りのご相談も多くお問い合わせいただいております。そしてゴミ屋敷や家のものが増えすぎて整理やお片付けに困っているなど、お悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一人で抱え込まずに、ぜひ私どものような専門業者にご相談ください。私ども関西クリーンサービスのチャンネルでは、セルフネグレクト8050問題、孤独死の問題など、こういった社会問題を動画を通して引き続き警鐘を鳴らし続けていきます。チャンネル登録やいいねをしていただけると、この活動の励みになりますので、よろしくお願いいたします。動画をご覧いただきありがとうございました。依頼主でもある物件オーナー様をはじめとして、心を痛まれた方々の切実な思いを胸に抱き、事件現場の特殊清掃という難題に立ち向かう関西クリーンサービス。今まさに物件の再生の歩みがここから始まる。